Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Textbooks often list too many IPA symbols for English vowels, making it seem overwhelming. But in reality, there are not that many. Today, let's organize the English vowel system.英語は母音が多いっていうイメージを持っている方が多いと思います。でも実際は全然そんなことないんです。なぜかというと、発音記号の一覧表とかを見ると、ダブってるものがものすごく多いんです。あとは方言差を加えてるからです。方言差っていうのは、例えばある方言では A という音があるけど B という音はない。また別な方言だと B はあるけど A はない。つまりどの方言も A か B のどっちかしかない。でも発音記号の一覧表には A も B も載せちゃう。っていうことをしてるからです。だから多くなっちゃうんです。これはネイティブのいろんな方言話者に配慮してるからなので、そこはすごくいいことなんですけど、僕たちみたいにノンネイティブ学習者にとっては、ネイティブもできない区別をやらされちゃうということになって、逆に嫌ですよね。じゃあ実際にいくつかって見ていくと、発音教材をいろいろ見てみると、26個の母音っていうのが多いですよね。でももっと多いので、うちにある昔の研究者のニューカレッジっていう辞書には、33個の母音があります。33個っていうと子音よりも9個くらい多いので、いくらなんでも多すぎだと思いますよね。そんなにたくさんの母音を覚えないといけないのかと思うかもしれませんが、決してそんなことはありません。なぜならダブってるものが多いからです。では33個を減らしていきましょう。まず弱母音っていうのがありますけど、弱母音ってどういうことかっていうと、例えば leaf の母音の e と funny の e。同じ e だけど、いわゆるアクセントがあるかないかです。この違いを強母音、弱母音で分けてるということです。あとはセンテンスレベルだと leave me alone 一人にしてくれみたいな意味です。そういう歌がありますよね。これの英語のリズム的には leave と loan にいわゆるアクセントが来るので、同じ e だけど発音記号を書き分けるということです。ちなみにこれ強母音だから強く発音する、弱母音だから弱く発音するっていうことでは必ずしもないんですよ。必ずしも音量が大きい小さいということではないんです。だからちょっと紛らわしいですね。アクセントっていうと音声学者の人たちでも日本語のピッチアクセントとよく混同しちゃうんですけど、日本語の雨と雨みたいな音程を変えるシステムとは全く違うんですよ。だから僕は自分のレッスンでは中国語の指導法を応用して重音と軽音って呼んでます。この方がね分かってもらいやすいです。それでこういう2つの E は母音を変えてるわけじゃなくて、重音と軽音のリズムを身につければ同じ母音を発音してるつもりでも勝手にちょっと変わっちゃうということです。特に日本人の耳は長さに敏感だから、こっちの E の方が短く聞こえるかもしれないですよね。でもネイティブは違う母音だとは夢にも思ってないわけです。発音記号はこういう風に普通の文字では書き表せないような、ネイティブも意識してないような細かい違いを書き表すことができるんです。そういう点ではすごく便利です。でもその反面あんまり書きすぎると難しくなっちゃうんですよね。ほどほどがいいです。国際英語発音協会でも基本的に指導の時はこういう E を書き分けないそうです。だから弱母音っていうのは全く気にしないで全部無視しましょう。だからこの8個は全部消して8個減らしました。音声学的にはすごく面白いんですよ。僕みたいに音韻体系が大好きな人にはたまらないですけどね。でも英語学習にはなくていいかなと思います。ここでこの E の逆も消しちゃうのがポイントです。さあ、研究者のニューカレッジっていう辞書を元にしたこの表だと、残りは25個です。よく発音教材で見かける26個は、これが入ってなくて、これの代わりに今消した E の逆と、あとこれが含まれていることが多いです。でもそれはあまり大きな問題じゃないです。他の動画でも説明しているように、V の逆と E の逆は全く同じ母音が重音か軽音かだけなので、すでに軽音の E の逆は消しちゃったので、残りはこれらということです。ちなみにここからはアメリカ英語の話です。さて、この中に子音が2つ含まれてます。どれだかわかりますか？一つは R です。R は辞書によってこの E の逆さに尻尾がついた記号だったり、普通の R だったりしますけど、表記が違うだけで音は全く一緒です。これは単純に母音に子音をつけただけです。これを P とか S とか他の子音に変えるとイメージをつかみやすいと思います。だから母音は全部ダブってるわけですよね。だからこれらは全部消していいんです。R がつくと同じ母音の記号でも全く違う音になるものもあって、そこは注意すべき点なんですけど、それは別な動画で説明しているので、下にリンクを貼っているので、ぜひそちらを見てください。でもどっちにしても音がダブってることには変わりないので、R がついた母音は全部消します。ただし、これだけは残します。これだけはダブってないんです。これはビジュアル的には母音がついてるように見えますけど、発音はで、全く母音が入ってないんです。
例えば her とか turn とかの音で、音は R だけど、母音と同じ役割をする音です。音声学では音節主音の R と言います。僕がカナダにいた時には、カナダの音声学者はよく、英語の R にこの小文字の R を逆さにした記号を使ってて、そして母音の役割をする音節主音の R には、こういう補助記号をつけてました。だから、her とか turn は、日本ではこういう記号を使うけど、カナダとかアメリカの音声学だとこう書いたりします。ビジュアル的にはこっちの北米の記号の方がイメージをつかみやすいですよね。とにかくこれだけは残しておきましょう。ちなみに弱母音を消した時にこの R が入った記号も消しましたけど、単純にこっちが重音、こっちが軽音というだけでネイティブにとっては同じ音です。残りは17個です。もう一つ子音がついてます。わかりますか？この J の記号です。これはジャ行の子音じゃないんです。ヤ行の子音です。普通の綴りだと Y に当たるものです。だからこれで U って読みます。ジャ行の子音は発音記号だとこう書きますからね。ちょっと見慣れない記号ですよね。これで10って読みます。こっちは U。この U とただの U は歴史的には違う母音だったんですけど、今はただ単にこのヤ行の子音がついてるかついてないかだけなので、母音の音はダブってるからこれも消しましょう。残念ながら1個しか消せませんでしたね。今まで消した中にも J の記号結構入ってましたしね。残り16個。今度は最初に話した方言差です。標準的なアメリカ英語ではこの3つは区別しないので全く同じです。これも他の動画で説明してます。これも賛否両論あるんですけど、国際英語発音協会で進めてるのはこの区別を教えないことですね。これら3つ全部区別してるアメリカ人がいるのかどうかわからないです。3つのうち2つを区別してる人は珍しくないですけどね。日本の英語教育に取り入れるんだったら、実際に自分が2つ区別するバージョンと区別しないバージョンで喋ってみて、発音指導をしてみて、それで感じたことは、もう断然これらを区別しないバージョンが現実的です。理論がどうとかじゃなくて、実際そこまでやってみると、どれが現実的かっていうのははっきりわかります。ネイティブのこれらの方言話者に配慮してるという点では素晴らしいんですけど、ことノンネイティブへの英語教育となるとシンプルにすべきですよね。それで、この3つをまとめてどう表記するかですけど、ケインブリッジの英英辞典ではこの記号を一つにまとめてます。日本の英和辞典でもジーニアスとかグランドセンチュリーとかがそれに近いことをやってます。中学の英語の教科書でも一部取り入れてるものもあります。これで2つ減りました。14個です。それでこの14個を見ると、A, I, O みたいに組み合わせが多いですよね。それでこれらの単母音と言われるものも、英語はほぼほぼ20母音なんですよ。記号の見た目に惑わされてはいけません。これがまた発音記号の難しいところなんですよね。音声学者でも見た目に引っかかっちゃうんです。でもその20母音制で英語の母音っていうのは区別しますからね。これは英語音声学の基本になる部分です。それをある意味単音に分解すると、アメリカの伝統的な英語音声学では7個と言ってて、それが音声学としてはすごく理にかなってるとは思います。僕はこの考え方は大好きです。ただ、これらの20母音は必ずセットになって出てくるんですよ。日本語だと、例えば、かきくけこは、実際には子音と母音に分けられますけど、発音するときは必ず子音と母音がセットですよね。だから、けだけ覚えれば一つで済むけど、かきくけこって覚えると5個覚えないといけません。それでもやっぱり、かきくけこって覚えた方が日本語としてはいいじゃないですか。英語も一緒で、いつも一緒に発音するものはセットで覚えた方がいいんですよ。日本語や英語に限らず、どの言語でも大体実際はセットで発音することが多いので、セットで覚えた方がいい場合が多いですね。で、日本語でも発音記号よりひらがなで覚えた方がいいように、英語でも発音記号より対応するフォニックスの綴り字で覚えた方がいいですね。そうすると、母音は13個。そしてさっきの音は R だけど母音の役割をする R、これが1つ。合計14個。ここまで絞れました。これなら誰でも覚えられます。50音表を覚えられた日本人には13個、プラス母音の役割をする R 一つくらい余裕です。他の動画でも話したように、日本の英語教育ではよほどの理由がない限りは母音13個、プラス母音の役割をする R 一つで決めた方がいいと思います。その方が指導も楽ですからね。結論、母音一覧表はダブってるものが多いので、整理して母音は13個、プラス母音の役割をする R 一つにまとめる。この動画が少しでも役に立ったら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。